こんにちは、ミッキーです。今回は日本一の温泉県大分から見どころを10選ご紹介していきます。アジアの玄関口である九州の北東部に位置する大分県。戦国時代には南蛮貿易が盛んに行われるなど、古くから国際色豊かな都市として繁栄し、県指定の有形文化財の数は日本一を誇るということでございます。全国的に有名な別府温泉や湯布院温泉をはじめとした温泉地が多数ありまして、日本一の温泉県とも呼ばれているこの大分県。自然の様子やホテルも含めて日常から離れリフレッシュするのには最適な大分県の魅力がありますので、今回の動画ではご紹介していこうと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、今回の旅では東京の羽田空港からソラシドエアで大分に向かいました。こちらは早速大分到着後の空港の様子を映してるんですけども、足湯が空港にあるのも温泉県らしさを象徴しているかなと思います。そして空港からはまず大分駅までシャトルバスで向かいました。空港付近はあまりグルメスポットもなかったので、朝一の便から到着後には早速初日のホテルに向かって荷物を預けてから旅行スタートでございます。飛行機の時間は6時台でございましたので、朝タクシーで羽田空港に向かうという形で今回は利用させていただきました。こちら大分駅の様子なんですけども、建築物も趣があるような様子になっていました。こちら駅前には鶏の像が設置されているんですけども、こちらは大分が九州で最も東に位置し、朝が早いということにちなんだということでございます。あとはこちら金色のポストは東京2020大会の野球競技の金メダルの功績を称えて、大分県出身の源田壮介さんの名前が書かれていました。源田選手は先日の WBC でも活躍した野球選手でございますね。あとは先ほどちらっと映したんですけれども、かつて九州北部を統治していた戦国大名でございます大友宗麟の像もございました。で、こちらは JR 九州のキャラクターでありますクロちゃんだということでございます。違うクロちゃんをイメージする方もいるかと思うんですけども、こちらのクロちゃんは可愛いですね。さて、ここからは最初の目的地湯布院まで電車で向かいます。約1時間ぐらい湯布院まで大分駅からかかりますので、サブスクの映画やアニメをオフラインダウンロードしていくことがおすすめでございます。そして到着後にはまずお目にかかれますのは湯布院を走る辻馬車の様子でございます。こちらの大馬さんに引いていただく辻馬車はですね、湯布院観光の名物でもございまして、所要時間1時間で湯布院の自然豊かな街並みを見ることができますので、ぜひ興味があれば乗っていただければと思います。で、この湯布院の様子なんですけれども、高い建物もほとんどなくて空気も美味しかったので、まさに天気がいい日に訪れてほしいなと思います。なので旅行の計画、例えば今回みたいに2泊3日ありましたら、天気がいい日は湯布院に訪れたいですね。さて、まずご紹介します見どころの一つは木阿弥の森でございます。こちらは湯布院の観光の拠点でございます近隣湖付近に立つ店舗プラス飲食店の複合施設になっています。竹細工をモチーフとした木阿弥の羽板を採用し、緑の中に程よく溶け込んだ外観を形成しています。こちら2019年のウッドデザイン賞にも建築空間分野で受賞しているということでございますので、ぜひこういったところも確認していただければと思います。さて、続いては湯布院を代表する観光スポットの一つでございます近隣湖でございます。こちらは1884年に儒学者の毛利空想が湖の魚の鱗が夕日に輝くのを見て近隣湖と名付けたということでございますので、そういった背景も踏まえつつ湖に映る木々の景色なんかも確認していただくとより楽しめるかなと思います。続いては湯布院の麓にあります湯の坪街道のご紹介です。通り沿いには大分の特産品を販売しているお土産店やご当地グルメがいただける飲食店などが軒を連ね、多くの観光客で賑わっています。まずご紹介しますのはこちら、湯布院ガラスの森というところで、可愛らしい動物のミニガラスをはじめ、ガラスの器など多種多様に揃えている湯布院では最大規模のガラス取扱店だとのことでございます。大分県といった温泉地をモチーフにした小さいキャラクターや味のあるランタンなど気になるものが見つかればぜひお土産に買ってほしいなと思います。
この後は順々に通りを歩いていくんですけども、ここでご紹介するグルメ特集についてはまた別途企画していますので、そちらで詳細を確認していただきつつ、こちらではダイジェスト的に確認していただくととてもいいかなと思います。実はこのエリア、パンとエスプレッソと湯布院とが2022年7月にオープンしておりまして、以前に福岡編や渋谷編、表参道編や自由が丘編でご紹介しているテイストのお店をここ大分でも体験できるようになりました。そして今回の食べ歩きのお供は可愛らしいロゴが特徴的な中島九条コーヒーさんの抹茶ラテをいただきつつ、湯布院おやきのお店では数あるおやきの種類から豚角煮と高菜のおやきをいただくことにしました。こんな感じで甘いものとしょっぱいものと交互に食べ歩きつつドリンクも楽しめるというところで、本当に多種多様なグルメがありますので、ぜひ吟味してほしいなと思います。また次にいただきましたのはご当地スイーツでもありますプリンドラでございます。こちらもお土産用に買っていただくことができますので、ぜひ気に入られた方はお土産にも買っていってほしいなと思います。さらに続いては湯布院の金賞コロッケというところでございまして、こちらのコロッケもとても美味しくて結構行列ができてしまうような形になってましたので、ぜひたくさんの種類の中から選んでいただいたお好みのコロッケを味わってほしいなと思います。こちら私いただきました金賞コロッケでございます。値段も比較的リーズナブルでとても嬉しいですよね。さて、今回初日に宿泊しましたのはドーミーイン大分でございます。以前から YouTuber のピアコさんのチャンネルを拝見していまして、夜泣きそばをはじめとした様々なおもてなしが素敵だなと思ったので、今回利用させていただきました。こんな形で入り口入っていただきますと、おもてなしのコーヒーがあったりというところで、コーヒー好きな私にとってはとても嬉しいようなポイントになっていました。で、こちら客室のご紹介なんですけれども、参考価格ではあるものの、大人1名素泊まりで5500円程度で宿泊できますので、そういったリーズナブルな価格設定もお勧めできるポイントですよね。あくまでビジネスホテルでございますので、派手な装飾等はありませんけれども、旅の目的が観光やグルメメインという方や、一人旅の方にはちょうどいいかなといった印象でございます。で、こんな感じでシャワールームがあるような設計になってるんですけども、後でご紹介します通り、大浴場がございますので、ぜひともそちら大浴場でゆったりと旅の疲れを癒してほしいなと思います。で、こちら冷蔵庫を開けていただきますと、冷蔵庫の中には、ドーミーインさんの一つのおもてなしでございます、ご当地スイーツである、瀬戸内レモンゼリーを入れていただいていました。こういった配慮もとても嬉しいポイントになっています。で、こちらが朝食会場になっていまして、はたごというところですね。今回素泊まりだったんですけれども、お時間ある方は朝食もつけていただきまして、そのご当地グルメ堪能してほしいなと思います。で、こちらが先ほど申し上げました夜泣きそばでございまして、21時半から23時までの間いただくことができるおもてなしになっています。で、別途動画でご紹介予定ですけども、この日も大分グルメを堪能した後にホテルに戻ってきて、それでもついそそられてしまいまして、この日もこの夜泣きそばいただいてしまいました。味付け、ボリュームともにペロリといただけるような印象でございますので、ぜひ宿泊される皆様も試していただいて、一日の締めくくりにしていただければと思います。で、こういった目の前で調理してくれるところも嬉しいポイントですよね。で、後でご紹介しますけれども、2日目の宿泊にはアマネクというホテルに泊まっていまして、そちらはまた打って変わってですね、アーティスティックな空間になってますので、ぜひ気になる方は飛ばしていただいて確認していただくのも OK です。ぜひですね、その後にまた別府の様子とか、この後ご紹介する様子とか、あとは先ほどの湯布院の様子とか確認していただいて、ご自身の旅行の計画を立てていただければと思います。続いては、個人的なホテル選びの重要要素でもあります、大浴場のご紹介でございます。別府温泉からの運び湯を利用した天然温泉大浴場になっていまして、内風呂だけでなく、こちら露天風呂も用意されていまして、その開放的な空間、大分の空気を感じながら、旅の疲れを癒せるのもポイントでございます。さらに、サウナ及び水風呂も完備されていますので、そのサウナ体験も旅の思い出としていただければと思います。こんなシルキー壺風呂というものもありましたので、こちらでお肌ツルツルにしていただくのもおすすめです。で、さらにおすすめなのがこちらの湯上がりどころでございます。多種多様な漫画が用意されていまして、そんなところでは湯上がりサービスいただくことができまして、夜はアイスキャンで、朝はこちらの乳酸菌飲料いただける、まさに満足感たっぷりな宿泊施設になっていました。さて、ここからは別府の観光の様子をご紹介していきますが、ぜひとも今映していますワンダーコンパス別府という案内所を利用いただき、
こちらの別府市内1日乗車券をご購入いただきたいです。とてもコスパの良い価格でございますし、案内所でしていただけます案内も丁寧で聞いておいて損はないかなと思いますので、ぜひともご活用いただきたいです。では早速、別府観光の定番ともいえる別府地獄巡りの様子をご紹介します。ぜひともこちらも7地獄入場券をご購入いただいて、これからご紹介する全ての地獄を巡っていただけると良さそうかなと思います。実際に訪れたタイミングだとなかなか判断できないかと思うんですけども、事前にしていただくことでお得に楽しめるというところも嬉しいポイントですね。今ご紹介していますのは、最初に訪れました海地獄というところでございまして、ちょうど3月末に訪れましたので、桜の様子もとても綺麗でございました。ここ、鉄輪と呼ばれる地域なんですけれども、鉄輪の地獄地帯は1000年以上前から噴気や熱気が噴出していまして、近寄りがたい、忌み嫌われる土地だったということでございます。そんな背景が今もなお地獄と呼ばれているということでございました。こうして映像で見る限りは、もはや美しさすら感じるのが不思議なところでございます。さて、こちらは国指定の名勝に指定されています海地獄でございまして、国指定名勝とは国が指定した文化財の一つで、特に名勝というのは優れた景勝地のことを指しまして、温泉地としては全国で初めてここ海地獄と、この後ご紹介する血の池地獄、竜巻地獄、白池地獄が選ばれたということでございます。で、こんな形で温泉卵の購入もできますので、ぜひともご購入いただいて味わってほしいです。先ほど映していましたコバルトブルーの池は実は摂氏98度もあるということでございまして、見かけによらずめちゃくちゃ熱くなっています。で、こんな形で足湯も併設されていますので、巡る中での休憩スポットとしてもご活用いただきたいなと思います。さらにこちら入り口付近では名探偵コナンでもご紹介されました極楽まんじゅうというご当地グルメが販売されていまして、こちらの小ぶりな感じがとても食べやすくておすすめになってますので、ぜひとも一つ買っていただいてシェアしながら地獄巡りを楽しんでください。続いては鬼石坊主地獄でございます。先ほどの海地獄から歩いてすぐのところにある地獄でございまして、灰色の熱泥が大小の形状をなして沸騰する様子が坊主頭に似ていて、鬼石という地名に由来していることから鬼石坊主地獄と呼ばれているということでございました。なかなか動画だとこのふつふつという感じとか伝えにくいかなと思うんですけども、本当にこういったところも含めまして様々な地獄があるなと感じられるような、そんなスポットになっていました。続いてご紹介しますのはかまど地獄でございまして、こちらも先ほどの鬼石坊主地獄からさらに少し歩いた場所にあるスポットでございます。実はこちらの地獄は漫画鬼滅の刃の聖地とも言われておりまして、主人公でありますかまど炭治郎をはじめエピソードの様子がいろいろなところにあるということでございます。なので読まれていた方はぜひ注意深く観察していただいて、その由来となっている部分はどういったところなのかなというところも確認していただくと楽しめるかなと思います。で、こちら入り口入ってすぐのところにありますかまど地獄のシンボルとも言えますかまどの鬼でございます。この鬼は改心してかまど地獄の門番になった八幡かまど神社の伝承の鬼でございまして、鬼の横には藤の花がありまして、季節になりますと綺麗な花を咲かせているということでございます。この藤の花というのも確かに鬼滅の刃要素ありますよね。で、こちらかまど地獄のエリア内には1丁目から6丁目まで6つの地獄がありまして、1箇所で様々な地獄を楽しめる贅沢な地獄だと言われています。こんな形で飲む温泉があったりとか、スチームを使った喉の湯とか美肌の湯とかがありまして、様々な温泉の楽しみ方を体験できるようなコーナーでございます。こちら4丁目の池の色は地下にある岩盤が地熱によりできた粘っこいいろんな種類の粘土が溶け出した色だということでございますので、まさに多種多様ですね。そしてこちらは5丁目でございまして、池の色が変わる不思議な地獄になっています。この池は年に数回ある日突然色が変化するということでございまして、ブルー、グリーンなど色も濃くなったり薄くなったり、原因がわからないということで書かれていましたけれども、本当に自然の不思議な力感じることができますね。そんなかまど地獄、先ほど申し上げました氏神かまど八幡宮のお祭りに地獄の奮起でお供え用のご飯を炊いた習わしがあったというところから名付けられているということでございます。で、そんなこちらのエリアでは、そういったグルメ要素も踏まえてか、蒸し焼きグルメを楽しむことができまして、こちらの温泉ピータンとか、あとは蒸し焼きのプリンとか、ここだからこそ楽しめる食べ歩きメニューがありますので、ぜひとも体験してほしいなと思います。ちなみに飲食スペースでは、係のおじさんが気さくに対応してくれますので、そこも旅の醍醐味だなと感じることができました。
続いては鬼山地獄でございます。先ほどのかまど地獄から少し歩いた先にあるんですけれども、徒歩圏内でございますので移動は楽です。ちなみにこちらの鬼山地獄と次にご紹介する白池地獄は足湯がないので、もし休憩される方はこれまでの海地獄、鬼石坊主地獄、かまど地獄でご利用いただければと思います。さて、鬼山地獄についての解説でございますけれども、別名ワニ地獄の名前でも親しまれておりまして、映像で映しております通り、エリア内で飼育されている約80頭のワニが見どころでございます。大正12年に日本で初めて温泉熱を利用したワニの飼育を始めたということでございまして、私が知る限りでもなかなかこれだけのワニを見る機会もないかと思いますので、ぜひとも観察していただければと思います。結構穏やかに泳いでいるような印象ではございますけれども、割と急に暴れ出したりしますので、気をつけてご覧いただければと思います。本当に水が跳ねた際には結構水がかかったりもしますので、そういったところもライブ感があっておすすめです。次にご紹介しますのは白池地獄でございます。こちら特徴的なのは池の色でございまして、噴出時には無色透明の熱湯でございますけれども、池に落ちて温度と圧力の低下によって自然にこういった青白いような様子になるということでございますので、まさに自然の神秘を感じられるようなそんな空間ですよね。園内にはそんな温泉熱を利用して様々な熱帯魚を飼育しています。主に大型の熱帯魚なんですけども、こちらは飼育しているピラニアでございまして、その歯型も含めて実物のインパクトを感じることができる、そんな空間になっていました。続いては血の池地獄でございます。こちらは先ほどの白池地獄から結構離れた場所にありますので、一度神縄というバス停に戻っていただいて、そこから先ほどご紹介しましたバスの乗車券を活用いただくといいかなと思います。こちらは名前の通り赤く染まった池が特徴的な地獄でございまして、池の周りのこちらフォトスポットは大変人気になっていました。煮えたぎる粘土は吹き上がる蒸気までもが赤色ということでございまして、見るからに熱そうですよね。ただ実は泉温時代は78度と、これまで紹介してきたどの地獄よりも低い温度になっています。他実は90度とか100度になってましたね。なので炎とかと同じく赤よりも青とかの方が温度が高いというのもまた自然の不思議な部分だったかなと思ってます。とはいえ普段のお風呂の温度40度前後かと思いますので、めちゃくちゃ暑いことには変わりないかなと思います。そして最後は竜巻地獄でございます。こちらは30分から40分間隔で噴出する様子がインパクト大でございまして、噴出までの間多くの方が待っているところも印象的でございました。こちらは別府市指定天然記念物の間欠泉で、世界の間欠泉の中でも休止時間が短いことで注目を浴びているということでございました。そしてこの日の地獄巡りの後、疲れを癒しに伺ったのがこちらのひょうたん温泉でございます。先ほどご紹介したバス停の神縄というところから歩いて迎える温泉になっています。1922年から続く別府神縄の源泉 100% かけ流しの本物の日帰り温泉になっていまして、蒸し風呂や滝湯などなかなか他では体験できないような温泉が楽しめるのも注目な点でございます。内湯にはひょうたんの形をした温泉もありまして、そんな遊び心も素敵でございました。また館内にはご当地グルメを楽しめるお食事処もありましたので、こちらでお食事を済ませるというのも一つのおすすめかもしれません。そして個人的なおすすめポイントが砂湯でございまして、セルフなので結構難しいんですけども、ぜひともこちらも体験していただきたいような要素になっていました。続いては明晩という地区にちょっと場所を移しましてご紹介します。明晩は先ほどご紹介した神縄のバス停から移動することができますので、そちらぜひご検討ください。一般に入浴剤などの用途で採取多く販売されています湯の花。ここ明晩地区では地表から勢いよく温泉ガスの蒸気が噴出する特性を生かし、世界唯一の小屋方式で湯の花を生産しているということでございます。なので先ほど映していました縄文時代の住居のような湯の花小屋、ここだけでしか体験できないかと思いますので、ぜひご覧になって写真等に収めてほしいと思います。さらにもう一点、この明晩地区でご確認いただきたいのが元祖岡本屋の地獄蒸しプリンでございます。昭和63年から変わらない地獄蒸し製法で、
職人が一つずつ手作りしているプリンはまさに絶品。個人的に注目だと思ったのは、プリンにかかったカラメル。苦味が効いておりまして、濃厚な味わいが癖になりそうな大人の味わいでございました。なのでぜひ味わう際には下のカラメルをうまく絡めていただいて味わっていただければと思います。続いては明治12年1879年創設で100年以上の歴史を持つ温泉をご紹介します。こちら竹河原温泉は建築当初竹屋根葺きの浴場でございまして、その後改築されたものが瓦葺きだったということで竹河原温泉という形で名前がついたと伝えられています。とてもレトロな空間で、浴室に入るとそのまま脱衣所なしで温泉につながっているのがとても印象的でございました。砂風呂も体験したかったんですけども、人気なようで次の案内までには1時間以上かかってしまいましたので、この日は温泉だけ入りました。シャンプーやボディーソープ等もないので、体を洗う時にはシンプルに入浴するレトロな空間を楽しむという目的でご利用いただくのがとてもいいかなと思います。さらに竹河原温泉の近くにあります弥生天狗も少しご紹介します。実はこちら巨大なみこしになっていまして、地元の火災厄除けとして作られて商店街のシンボル的な存在でもあるということでございました。そして最後にご紹介しますのは、ぜひともご宿泊いただきたいおしゃれホテルあまねく別府ゆらりでございます。こちらは2021年12月にオープンしたばかりで、とても綺麗な空間でございます。以前にホテル特集でご紹介した群馬の白井屋ホテルにも似たような造形も個性的な空間でございます。ちなみに今回ご紹介するあまねく別府ゆらりの横にありますこちらの赤褐色の建物はあまねくイン別府というホテルでございまして、こちらはリーズナブルにシンプルな滞在をできるビジネスホテルになっています。なのでお好みに応じて滞在先を選んでみてください。そして館内に入って早速目に飛び込んでくるのはアーティスティックな格子状の設計でございます。こちらは別府ならではの竹細工や格子をモチーフにした開放的な空間を実現しており、木のぬくもりを放つスタイリッシュなデザインになっていました。さらに館内は浴衣で過ごすことができまして、別府の清掃は浴衣をコンセプトに色浴衣、帯、サンダルの全部で192通りの組み合わせの中から自分だけのコーディネートを楽しむことができます。またこんな形でアメニティも充実していますので、特に女性の方々には嬉しいかなと思います。ただですね、先ほどの浴衣なんですけども、この日お昼のチェックイン前に1回荷物を預けているんですけども、その時は映像で映していました通りたくさんの浴衣があったんですが、時刻巡りの後夜にチェックインした際には全てなくなってしまっていたので、早い者勝ちという点だけご注意いただきたいなと思います。今こちらは夜の様子を映してるんですけども、夜もまた違った雰囲気を味わうことができまして、こちらもとても写真映えになってますので、朝、昼、夜とその空間の移り変わりも楽しんでほしいなと思います。こちらあまねく別府ゆらりさんはホテルのコンセプト自体が別府の伝統が生きる非日常空間と別府の街の魅力を楽しむであるということから、街全体を楽しめるような工夫がされているのも印象的でございます。そのうちの一つがトラベルトークというアプリの提供でございまして、アプリをダウンロードし利用することで別府の飲食店や観光ガイドの方々との無料チャットでのコミュニケーションができますので、日本人はもちろん外国人観光客の方々でも安心して楽しめるような空間になっていました。またチェックイン時には朝食会場にてサービスドリンクを一杯いただくことができますので、ぜひ活用いただきましてお部屋の贅沢空間の中で一息ついていただければと思います。さてここからは客室のご紹介でございます。宿泊料金としましてはスーペリアツインという部屋で大人2名1泊2万円弱と、祝前日だったこの日でも比較的リーズナブルに楽しめるところもおすすめだと感じました。またオープンから約1年ということもありまして、水回り含めこの上なく清潔感があふれる空間でございます。あとちらっと映したんですけど、ベッドの上にありました竹細工っぽいカゴの中に着替え等を入れていただいて、後でご紹介します大浴場に伺うこともできますので、そういったちょっとした工夫もとてもおしゃれで素敵ですよね。さらに施設内では今申し上げた通り大浴場があるんですけども、客室内にもバスタブ付きのシャワールームがありますので、十分客室だけでも満足感を味わえるような空間になっています。他にもサービスのペットボトルの水とか、あとはオリジナルのブレンドコーヒーのドリップバッグなんかもありましたので、ぜひですねそちらも味わっていただいたりとかするのもおすすめかなと思います。
さて、続いてご紹介しますのは、屋上にあります温水インフィニティプールというところでございます。この日は天気がとてもあいにくだったんですけれども、天気がいい日にはまさに絶景の下でプールを楽しむことができますので、ぜひともご体験いただきたいなと思います。ただ一つ注意点なのは、水着は持参が必要だということでございますので、ご利用される際にはご自宅を出る前に荷物としてしっかり水着をご持参の上体験されることをお勧めします。朝は6時から夜は22時まで利用可能でございます。その中、雨の日でも満足感たっぷりに体験できますのが、こちらの大浴場でございます。美肌の湯とも称される炭酸水素塩温泉が満たす空間で、黄金色の湯は旅の疲れを癒してくれるようなそんな空間でございます。残念ながら男性限定にはなってしまうんですけども、サウナと水風呂もありますので、ぜひサ活される方は体験していただきたいと思います。そして最後にご紹介するのはこちら朝食でございます。朝食は和朝食と洋朝食から選ぶことができまして、小鉢やサラダ、ドリンクやシリアルなどはビュッフェ形式でいただくことができますので、ご自身の胃のキャパシティと相談しながら満足いくまで味わっていただきたいです。こんな形で小鉢もめちゃくちゃ種類が豊富でございまして、定期的に補充されますので、気に入るものがあればピックアップしていただいて、朝食メニューと一緒に楽しんでほしいです。今回は和朝食をいただきましたので、こちらは和朝食の映像になっています。蒸し焼きの野菜や焼き鮭など、日本の食材の魅力を凝縮したセットになっていました。で、個人的にはこの後にご紹介します土鍋のご飯がとてもおすすめでございまして、ふっくら炊き上げたご飯を朝からいただけるのはとても贅沢でございまして、別途いただくことができる小鉢と組み合わせるといくらでも食べれそうな印象でございました。もちろんご飯に関してもおかわり自由でございますので、ぜひ心ゆくまでご堪能いただければと思います。ちなみに洋朝食の場合は焼きたてパンと味わうヘルシーなスープやグリル料理を楽しめるということでございますので、気になる方はぜひそちらも体験してみてください。以上、今回は日本一の温泉県であります大分から見どころを10選ご紹介させていただきました。今回は別府、湯布院、そして大分駅を中心にご紹介させていただきました。特にですね、宿泊先でありました道民インですとかあまねくに関しましては、価格以上の満足感を得ることができましたので、ぜひとも参考にしていただきたいなと思いますし、やっぱり温泉県というだけありまして、そういった施設でもお風呂の時間が極上でございますので、普段はなかなかお風呂に2、3回入ることはないと思いますけども、この旅だけは2、3回ぐらいお風呂入っていただくといいかなと思いました。他にも今回の旅の中ではたくさんのグルメを体験することができましたので、そちらはまた別の動画としてご紹介できればと思っています。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。